結婚して1年経ちましたけれども、何かお二人の生活、この1年、婚姻する前とした後の1年間で何か変わったことってありますか？あれですね、1月に、そう、結婚して、で、2月に日本帰る予定だったら帰ったんですけど、一時帰国というか。そこで、日本人のレーンと外国人のレーンって違うじゃないですか。うん。で、まあ、試しにって言うとあれですけど、あの、配偶者なんですけどって言って、係の人に言ったら、あ、じゃあ一緒にどうぞって言われて、それって何にもないんですよ。在留の資格とかあるわけじゃないから、何もないんですけど、そういうことをちゃんと言えるようになったというか。なんか日本での滞在中、ご家族であったりとか、ご友人であったりとか、そのところはどうでしたか？その結婚の当時とかにいろいろなところで取材とかをしてもらって、で、日本でも流れてたので、流れてましたよね、多分、そうそう。なので、あれ見たわよみたいなことを言われたりしましたね。そんぐらいですかね、でも。ワリーさんはどうですか、この1年は。ดีขึ้นค่ะ うんうん。で、ดู来るเป็นครอบครัวมากขึ้นค่ะ แล้วก็ในเรื่องอื่นๆ เรื่องสุขภาพ เรื่องทางอะไรก็คือดูแลกันได้ดีขึ้น แล้วก็สามารถเข้าสังคมกับเขาได้มากขึ้นนะคะเช่นไปอ่ากินข้าวกับที่บริษัทได้ อย่างที่อากิจพูดไปก็คือแบบสามารถไปด้วยกันได้หลายๆที่มากขึ้น กว่าอยู่ที่บ้านうん。去年から、所得税申告って、タイムあるんですけど、で、この1月、2月とかに確定をするんですけど、そこで、彼女は仕事してるので、控除はないんですけど、彼女の親御さんとかの控除を私のところで控除できるとかはありますね。税金の控除ですね。あとはどうだろうな。小さいですけど、会社にも会社の福利厚生で、結婚をすると、ちょっと手当が出たりとか、子供産んだらとかなんかいろいろ、そういうのあるんですけど、結婚のもらいましたとかありますけどね。เรื่องลูกยังไม่ได้พูดあเรื่องลูกあれですね、これはまだ制度化がちゃんとしてないというところも多分あって、それは子供ですね。子供を作ることについて、彼女には息子が2人いるので、もしですね、もしその息子の精子と私の卵子で子供を作ることができたら、それはもう私たちの子供じゃんと思って、そういう風にできないかなって聞きに行ったんですね、お医者さんとかに。そしたら、なんだっけな。その方法を取ることもできるんですけど、それって私はせっかく結婚しましたけど、彼女と離婚して、私がその息子と結婚して、夫婦になって、法律上のですね。それであれば、そういう方法を取ることはできる。婚姻関係にある2人っていう状態じゃないとっていう話だと思います。あとは、精子バンク、いわゆる精子バンクですか、誰かはわからない形で、そういう方法多分あると思います。で、私はなんだろう。正直じゃあすごい子供が欲しいですかって言ったら、実はそんなにすごくはない元から。で、あと彼女には子供がいるので、彼女の、分子もいるので、別にそれでもいいかなという思いがありながら、ただね、一方で私の母親とかは、もしね、私の本当の子供がいたら、それは喜ぶだろうしとか。なんでなんだろうな。どうしても子供がいないといけないかって言ったら、そこまででもないのかもしれないです。ไม่แต่เหมือนตอนที่ไปจดทะเบียนสมรสเขาก็แบบเรื่องสิทธิการรับเลี้ยงบุตรโน่นนี่นั่นมันจะทำได้ใช่ไหมแล้วเราก็เลยเริ่มปรึกษาหมอว่าหมอคนนี้บอกว่าโอเคถ้ามีใบทะเบียนสมรสอย่างเงี้ยได้กับอีกที่หนึ่งที่เราไปหาก็คือมีทะเบียนสมรสแต่บอกทำไม่ได้
ยังไม่มีแบบมาตรฐาน ใช่ กฎระเบียบ ไม่มีมาตรฐานอยู่ที่ว่าแบบเหมือนหมอแค่ทำแบบ under law เขาเรียกว่าอะไรอะ out ไม่ใช่ out of law แต่เขาก็แบบทำให้ได้ そもそも多分法律上決まり上書いてあるんでしょうけど、旦那さんの精子が使えない状態、使えないというかその子供を作ることができない状態であること、その場合にこういう方法を取ることができるとか、なんかそういう方法があるみたいなんですけども、その時点で、違うじゃないですか。私の配偶者にそもそも精子はないんですけどっていう、そういうとこから多分、ね、制度がね、そこを想定してないと思う。ご家族の変化っていうのはありましたか？やっぱり婚姻した後での。まあ私その母親には言ってもうずっと前から言ってるし、まあ兄とかも全部言ってますけど、もうちょっと先っていうんですか。例えばおばさんとかは、全部、まあわざわざ言うことでもないからっていうのもありますけど、でまあ、そう、さっきのそのニュースで出たりとかもしてるのもあると思うんですけど、まあ、で、一緒に日本帰ってそういう親戚とかに会うときももちろん私は一緒に連れて行けるというか、自信を持って行けるようにもなったとかあるし、そんなに日本で生活しないんであれですけど、多少良くなったかなと思いますけどね。生きやすくなった。なんか周りで婚姻した人たちってこう、なんとなくこう増えたなみたいな、よく耳にするようになったなみたいなことってありますか？อินบ็อกซ์มาหาเราไง ああ、หลังจาก そうね จดทะเบียนสมรสเขาก็อินบ็อกซ์มาถามว่าทำยังไง แล้วเขาก็บินมาจดทะเบียนสมรสที่นี่ เพื่อที่จะไปขอวีซ่าให้อยู่นานขึ้น อันนี้มี 知り合いで、まあそういう同性の昔からの友達とかで、もういるんですけど、その辺に住んでるんですけど、その人たちは多分まだ入籍とかしてないですね。まあ人によるんでしょうしね、するしないっていうのは。มันอยู่ในนี้ไปหมดนะรู้สึกดีใจด้วย รู้สึกว่าอบอุ่นใจ ที่แบบมันมั่นคงในชีวิตเราคือทะเบียนสมรสอะมันสำคัญกับผู้หญิงเนาะไม่ว่าจะผู้ชายผู้หญิงเนี่ยแต่งงานก็อยากจดทะเบียนสมรสอะเพราะว่านี่มันคือคู่ครองที่เราเลือก เราทั้งชีวิตเราจะอยู่กับเขาจนกว่าจะแบบถ้าเกิดมันอยู่ไม่ได้ก็ต้องจบไป แต่สุดท้ายแล้วมันเริ่มจากความรักที่เราจะเริ่มจดทะเบียนสมรสมันก็เลยรู้สึกอบอุ่นใจแล้วก็รู้สึกว่ามันมั่นคง มันเป็นหมายถึงมันรักกันอยู่แล้วแต่ มันรักกันอยู่แล้ว แล้วมันก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้น แล้วมันคือเนี่ย นี่คือของเรา มันคือแบบรักที่สุดแล้ว คู่ชีวิตเรา ชีวิตในกฎหมายด้วย ในกฎหมายด้วยในชีวิตจริงด้วย แล้วก็ในระยะยาวต่อๆไปว่าเราจะจับมือคนเนี้ยเดินกันไปจนสุดทางเลย มันรู้สึกดีครับผม 彼女はその子供がまあ欲しかったわけですよね。もともと欲しかったし。で、ちょっと今の段階ではどうやら難しそうだし、っていうか欲しい形ではできないし。で、これ私追加して言うと私たちもう40過ぎてるから、もう今の時点で仮にちゃんと子供を望む形で作れたとしても、ね、多分壁はまだあると思うので、これから先ってなってくるともうそれはもう検討できないと思うので、という意味では、まあ、私たち彼女のですね一番欲しかったものっていうのはもう無理、それは諦めた。だけど、まあ、今後続いていく、まあ、同じような感じの人たちがのためにはそういうのがねちゃんとしていくといいなという思いはあるみたいですね。だけどまあ私たちはもうこのままこうやって生きていくんですっていうことですね。クーシビって言うんですよね。クーシビって人生のだからそう人生のパートナーなんですよね。そうって言うんですけどタイ語で。別に
こういうカップルが結婚できるようになって損する人っているんだっけっていつも思います。いるんですかね、わかんないですけど。